皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。久しぶりに今回は茶事のご紹介です。夜の時間が長くなる冬至の時期から2月頃にかけて冬の風情を楽しむ茶事があります。それが本日ご紹介する夜話の茶事です。夜話の茶事は字のごとく夕暮れ時から始まり、お客様と語り合いながら深夜まで続きます。その間、電気を使用せず、ろうそくや昔ながらの油の明かりを使って幽玄な世界を体現していただきます。そして冷え込む夜の茶事なので、火鉢などを用意して寒さを和らげる工夫をいたします。それでは早速、その様子を見てまいりましょう。寄り付き待合でお客様が身支度を整え、挨拶を交わし終えた頃を見計らい、くず湯をお持ちします。生姜を少し加えて、外気で冷えた体をほんのりと温めていただきます。一息ついたお客様は、手食を使って外腰掛け待合に進みます。手食とは、このように持ち歩くための柄がついたろうそく台のことです。外腰掛けには寒さをしのぐための手炙りを用意しました。薄明かりの中に浮かぶ露地は幽玄な世界を醸し出しています。亭主はつくばいの水を改め、湯桶を置き、お客様を迎えに出ます。ここで亭主は新たに用意した手食を正客と交換します。この手食の交換というシーンは、夜話の茶事ならではの一場面かと思います。この後、正客から順につくばいを使って心身を清めていきます。つくばいの水を汲み、両手を清め、手桶の湯で口をすすぎ、柄杓の絵を清めていきます。そして、ろうそくの明かりを頼りに、一人ずつ順に席入りいたします。茶室の中は、丹渓の明かりでほのかに照らし出され、床の間の軸と手前座に焦点が当てられます。正客から順に床の間と手前座の拝見をし、定座に座ります。お客様が席に定まった頃合いを見て、亭主が襖を開け、挨拶を交わしていきます。私たちがここでこのお軸の前で同じ時を過ごせるのが何よりのご馳走でございます。どうもありがとうございます。早速ですが、薄茶を差し上げます。この一服の薄茶は前茶と呼ばれ、これも夜話ならではの心遣いです。寒い中お出かけくださったお客様に、簡単な水や道具でさっと一服温まっていただくのです。そのためお道具の拝見などはいたしません。続けて所済み出前の始まりです。初ばきが始まると、お客様は炉に近寄っていきます。炭をつぐ様子を拝見していくのです。寒い冬、炉縁のそばで感じる炭の温かさ、目で見る赤く燃えた炭の美しさ、そしてパチパチとなる炭の音に風情を感じ取っていきます。天詰めを入れると、皆さん自席に戻り、香をたかれるのを待ちます。茶室に広がる清らかな香り、一瞬にして浄化され、自然と心も体もリラックスしていきます。炭出前を終えると、懐石料理です。正客から順に膳を出していき、末客の膳を出したら、膳食と呼ばれる食事の手元を明るくするための食台を用意します。本日のお客様にどんな料理をお作りしようか、茶事の案内を出した日からメニュー構成を考え始めます。基本的に旬の食材は欠かせません。旬の食材は時期のものなので手にも入りやすいです。その食材をお招きしたお客様に合わせて手を加えていきます。
この後いただくお茶の味を損なわないよう味付けにも気を配ります。また食事そのものを楽しんでいただくためにも明かりの調整だけでなく向こう付けのお皿やお椀を明るい色にするなど正午の茶事とは違った一工夫をいたします。さあ食事が一通り終わって一段落しました。これまで亭主を務めてくださった茶友とバトンタッチをして私が八寸を持って杯ごとをいたします。正客から順にお酒を進めてまいります。先ほどまではお客様同士がゆっくりと語り合う時間でした。ここからは亭主である私もお仲間に加わりお酒を頂戴いたします。茶事の中で亭主がお客様一人一人とゆっくり言葉を交わすのはこの千鳥の杯の時間かと思います。飲めない方はご無理のないように歓談のひとときを楽しみましょう。杯ごとが終わると湯継ぎと香のものをお出しします。お客様は湯の子と湯を飯碗と汁碗に入れて香のものを使って碗の中をきれいにしていきます。最後は返しなどを使って清めて膳の中を整えていきます。箸が落とされ食事が終わったことを知り膳を下げに入ります。会席が終わるとおもがしの時間です。正客は一番下の段に黒文字を入れて上の段を次客に送ります。お菓子は会心取っていただかれます。お菓子を召し上がった後、もう一度床の間手前座を拝見して茶室を出てここで一旦小休止です。この間茶室では御座の準備です。床の間は掛け物を外して発出に変えました。夜話の茶事ではこのように前奏の持つ発出や如意など装具を床飾りに使います。鳴り物で席が整ったことを知らせ、お客様はつくばえを使った上で再び茶室に入られます。初座の席とは様子が変わった床の間と手前座の飾り付けを拝見して定座につきます。ここからが茶事のクライマックスです。先ほどまでは食事やお菓子を和やかな時間の中で過ごしてまいりました。ここからは一転して無言の中、張り詰めた空気が茶室内を引き締めます。聞こえてくるのは釜の湯が煮え立つ将来の音、そしてほのかな明かりの中でこの日のために用意した最高のお茶を練っていきます。お茶が出ました。正客がお茶を飲み終わってから本日使用したお茶やお菓子のことを聞いていきます。そして皆が濃茶を一服飲み終えた後、お道具の拝見を消耗され、一つ一つ清めて拝見に出します。茶事のご馳走は空間の演出とその日お招きしたお客様に向けたお道具の取り合わせです。その上で美味しいお濃茶の一服をいただくための茶会席があり、お菓子があるのです。
クライマックスが終わり、いよいよ茶事は終盤へと流れていきます。夜の夜長を楽しむ夜話の茶事。もう一度薄茶をお出しして楽しいおしゃべりが始まります。緊張した空気は一転して朗らかに。本日のお客様は遠くはアメリカ・ニューヨークから、そして千葉と神奈川の皆様です。この茶事で初めてお会いする方々、夜付きで挨拶を交わしてから数時間経過しています。共に食事や酒席の場で心の距離を縮め、そして緊張とリラックスの中、茶事の最高潮を迎え、今に至っています。時間は未来に向かって進むだけで後戻りはできません。まさに一期一会なのです。皆さんいかがでしたでしょうか。日本の芸術をぎゅっと詰め込んでお茶を介してもてなすホームパーティーである茶事。その中でも人工的な光を閉ざして本来の夜の静けさを感じながら行われる夜話の茶事。この非日常的な有限な世界を感じ取っていただけたら嬉しいです。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。